こんにちは。ジパング55のタカです。今回は兵庫県の六甲山にあるネイチャーライブ六甲を訪れたいと思います。神戸の夜景を見ながらグランピングを楽しめる施設です。絶景を楽しみながら美味しい料理を堪能したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。ネイチャーライブ六甲は六甲山の上にあります。神戸の三宮駅からは電車で1時間ほどです。ケーブルカーも使うので少し時間がかかりますね。車だと30分前後です。今回は車で訪れました。車の場合、駐車場に集合します。場所が少し分かりにくいので注意深く看板を見ておく必要がありますね。午後3時チェックインなので早く着きすぎた場合は駐車場で待機します。グランピングの場所までの道が細いため専用の車に乗り換えます。車の中で簡単にグランピングの説明もしてくれます。ここはグランピングの中でも料理に力を入れています。フランス語で料理の意味を表すキュイジーヌという言葉を使い、キュイジーヌグランピングとして提供しています。有料ですが、会場では様々な体験が可能です。フィナンシェ作り、薪割り体験、グラスの模様付け体験などができます。道が細く、かなりギリギリの場所を走ります。自然を感じながら、泊まる場所に迎えるのは楽しいですね。宿泊施設まで来ると歩いて移動します。一度宿泊施設に入ると送迎が必要なので外に出るのは難しいですね。こちらがネイチャーライブ六甲です。フロントのある館内に入るとウェルカムドリンクが用意されていました。コーヒーは3種類あり、ケニア、ブラジル、エチオピアのコーヒーが置いてあります。紅茶やハーブウォーターなどもありました。ワインなども販売していますね。焚き火があり、火に温まりながらゆっくりできます。フィナンシェも用意してくれました。焚き火で温められるので熱々を食べれました。美味しかったですね。それでは部屋を見てみたいと思います。部屋はコテージになっており、一組1コテージの宿泊です。コテージに入るとすぐにベッドルームがありました。正面には窓があり、神戸の街並みを一望できます。とても綺麗です。ベッドで横になりながら景色を見れるのはいいですね。ベッド脇には消臭スプレーがありました。エアコンなどもあり、快適ですね。コンセントや USB ケーブルを挿せるので、充電にも便利そうです。枕元には可動式のライトがありました。小さな可愛い時計もありました。デジタルじゃないのもいいですね。部屋には加湿器やストーブもありました。トイレも新しく、かなり綺麗ですね。奥には洗面台とお風呂がありました。洗面台は2つあるので、朝の忙しいタイミングでも混まなそうです。お風呂場は洗い場とバスタブが分かれているので、ゆっくりできそうですね。お風呂の窓からも神戸の街並みが見渡せます。夜景も見えそうなので楽しみです。シャワーも2つあるので便利ですね。マークス&ウェブのシャンプー、ボディーソープ、コンディショナーが置いてありました。バスタオルやハンドタオルも用意されていますね。アメニティとして歯ブラシ、コットン、スキンケアセットがありました。
ドライヤーはリファーが置いてありました。地味に嬉しいですね。コテージは2階建てなので、上を見に行きたいと思います。2階にはリビングルームがあります。外には張り出したネットがあり、横になることができます。ミニキッチンもありました。テラスもあり、夕飯はここで調理します。夜景なども綺麗に見えそうですね。ただ今日は少し寒いので、夕飯は部屋の中で食べたいと思います。ミニキッチンで火は使えませんが、シンクやグラスなどがあります。ここでは豆からひいたコーヒーを飲むことができます。電気ケトルは温度設定できる最新のものでした。コーヒーはお湯の温度で味が変わるというので、こだわりを感じますね。冷蔵庫にはビール、スパークリングワイン、水が入っていました。今回のプランはオールインクルーシブなので、こちらも無料で飲めるそうです。昼間は神戸の絶景、夜は夜景を楽しめるので、2回楽しめますね。リビングルームも広々していて、ゆっくりできそうです。移動できる背もたれもあるので、自分の好きな位置でゆっくりできますね。スピーカーやスマホがありました。スマホでインターホンに出たり、フロントに電話することが可能です。外に張り出したネットにも出てみたいと思います。ネットは少し固めですが、楽しいですね。童心に帰るようで、ワクワクします。外の景色も絶景ですね。神戸は日本三大夜景の一つです。六甲山からの夜景がとても綺麗で有名です。そんな夜景を見ながら宿泊できるのは贅沢ですね。部屋にテレビもないので、夜景をより楽しめそうです。クッションもあるので、ここでゆっくり語るのもいいと思います。寒い場合は、足から腕まで入るコートが用意されています。夜でも外でゆっくりできそうですね。今回こちらのお部屋に1泊します。夕飯と朝食がつくオールインクルーシブに2人で宿泊し、77,000円です。追加で6,000円支払い、夕飯に出る神戸牛塊肉ステーキを和牛骨付きトマホークに変更しました。そのため合計83,000円です。少しお高めですが、体験できることが多そうなので、楽しみですね。コテージも5棟しかないので、宿泊する人数も多くありません。夜には、焚き火の前でアルコールも飲めるようになっています。夜の焚き火を楽しみながら、ゆっくりできるのはいいですね。先ほどご紹介した体験に加え、晴れていれば望遠鏡で星空も楽しめるそうです。オールインクルーシブなので、夕飯のドリンクは飲み放題です。いろいろ楽しめそうですね。朝は本格引き立てコーヒーを飲むことができます。入れ方も書いてあるので、美味しいコーヒーが飲めそうです。それでは外に行き、フィナンシェ作りをしたいと思います。外には夜に使える望遠鏡も置いてありました。六甲山は天気が変わりやすいので、晴れるといいですね。木の上で景色を見れる場所もありました。鳥の巣のようになっていて、面白いですね。ハンモックや外でコーヒーを楽しめる机もありました。グラス作りに使うスタンプも置いてありました。ここで薪割り体験もできます。薪割り体験はスタッフの方がやり方を説明してくれます。安全に配慮してあるので、安心して体験できます。思ったより斧が重く、割るのは大変でした。ただ割れた時はとても爽快感がありますね。この道具を使えば、そんなに力を入れずに焚き木を割ることができます。小さい子でも気をつければ体験ができそうです。割った焚き木は、そのまま火にくべることができます。自分で割った焚き火で焚き火ができる経験はなかなかできないので楽しいですね。それではフィナンシェ作りをしたいと思います。スタッフの方が丁寧に説明してくれます。
まずは入れ物にバターを塗ります。その後、フィナンシェの素に抹茶パウダーを入れて混ぜ合わせます。あとは容器に入れて焼くだけなので簡単ですね。10分ほどで焼き上がりました。最後に焚き火で温め直します。うまく焼けていてとても美味しかったです。宿泊者は中国の方が多かったですね。ちょうど春節だったのでお客さんが多かったのかもしれません。まだまだ外は寒かったので焚き火があるのは嬉しいですね。続いてグラスに模様をつけたいと思います。グラスに好きなシールを貼り、その部分が模様になるみたいです。模様は自分で作ることもできますし、既存の切り抜き機で作ることもできます。ローマ字や数字も切り抜けるみたいです。見本を見ながら好きに作ります。貼る模様が多いと作業時間が長くなって大変ですね。焚き火に当たりながら作業をすることもできました。私は30分くらいで作業を終えました。夕飯の時間までに用意してくれるようです。コーヒーも飲み放題です。焚き火に当たりながらコーヒーを飲むのもいいですね。それではツリーハウスの上に行きたいと思います。螺旋階段で上に登れます。高い場所と低い場所に2箇所ありました。椅子もありました。神戸の風景も見ることができますね。フロントでは双眼鏡とバードコールの貸し出しも行っていました。椅子は高くなっているので景色がよく見えます。コーヒーを飲みながらここで風景を見るのもいいですね。鳥たちの声も聞こえるのでバードウォッチングするのもいいかもしれません。残念ながら私は鳥を見つけることができませんでした。皆さんも風景を楽しみながら鳥も探してみてください。それでは夕飯の時間になったので部屋で食事を楽しみたいと思います。夕飯はスタッフと一緒に料理を作っていくスタイルです。普段はテラスで調理と食事を楽しみますが、今回は寒いので部屋の中で調理します。焼き料理は外のかまどで行います。奥が表面を焼くグリルスペース、手前がじっくり焼くオーブンスペースになっています。中には炭火がすでに入っていました。まずはサラダを調理していきます。収穫する様子をイメージし、野菜が木箱の中に入っています。木箱から取り出した野菜を剥いていきます。野菜やパンを先ほどのかまどでじっくり焼いていきます。温めない野菜類は細かくちぎり、ボウルに入れます。温めている野菜を待つ間に、リンゴをアルミホイルでくるみ温めておきます。最後にこれがデザートになるらしいです。先ほど焼いていた野菜を取り出し、野菜をボウルに入れます。その後ベーコンを軽く焼いていきます。焼いたベーコンを細かく切り分けます。難しいところや手間がかかるところはスタッフがやってくれるので楽ですね。焼いたベーコンやパンをボウルの中に入れていきます。最後に盛り付け、シーザードレッシングとチーズをかけたら前菜のサラダが完成です。これだけでもかなりボリュームがありそうですね。
だんだん日が落ちてきて、神戸の夜景が見えるようになってきました。最初の一品を作るのに20分ほど時間がかかりました。楽しみながら料理できたので、そんなに苦には感じませんでしたね。本日のメニューです。サラダやアヒージョ、メインのお肉まで盛りだくさんですね。部屋の食事ですが、スタッフがそばで調理を行っています。3分の2ぐらいは一緒にいるので、気になる方は注意が必要ですね。ドリンクは飲み放題になっています。アルコールの種類は多くないですが、たくさん飲めるのは嬉しいですね。私はジンのソーダ割りにしました。かっこいいボトルでジンを提供してくれました。続いてアヒージョです。キノコがかなり大きいです。こんなに大きいキノコがあるんですね。キノコをちぎっていきます。大きいと食感を楽しめ、小さいとオリーブオイルがよく染み込むそうです。オリーブオイルと白ワインで味付けしたオイルを入れます。よく温めたらアヒージョの完成です。キノコの他にじゃがいもやエビなども入っています。このアヒージョにパンをつけて食べます。味はものすごく美味しかったです。私が今まで食べたアヒージョの中で一番美味しかったかもしれません。キノコも食感が良く、オリーブオイルが格別に美味しかったです。ぜひ現地で試してみてください。太陽が沈み、夜景が見えてきました。とても綺麗ですね。こんな夜景を見ながら絶品料理を食べれるのは嬉しいですね。メインのお肉です。かなり大きいお肉ですね。骨にはメッセージも彫り込むことができます。お祝いなどに便利ですね。お肉に塩、胡椒、ハーブで下味をつけます。かまどで少しグリルします。しばらく焼いた後、お肉にソースを塗ります。火で炙ります。すごい迫力ですね。とても美味しそうに焼けました。断面も程よく焼けており、とても美味しそうですね。お肉の他には、貝のワイン蒸し、ガーリックチャーハン、先ほど温めたリンゴとアイスを提供してくれました。料理に力を入れているだけあって、どれも美味しかったですね。お酒も飲み放題なので、お酒が好きな方にはたまらないかもしれませんね。量が多いので、食べるのが少し大変でした。チャーハンなどは、夜食で食べれるようにおにぎりにもしてくれます。そういった気遣いをしていただけるのも嬉しいですね。それでは外に出て焚き火を見ながらお酒を飲みたいと思います。夜になると焚き火がより暖かく綺麗に見えますね。フロントでランタンを貸し出していました。六甲ウイスキーと神戸紅茶を合わせたカクテルを注文しました。地酒やご当地の飲み物を使ったカクテルは面白いですね。焚き火を囲み、お酒を飲みながら語り合うのは楽しいと思います。今日は残念なことに天気が悪く、星はあまり見えなかったです。写真で多少星が映っているかな程度でした。星座早見表も貸してもらえるので、天気が良い日はぜひお酒を飲みながら星を眺めてみてください。望遠鏡で月のクレーターなども確認できるみたいです。子供たちも楽しめそうですね。先ほどのツリーハウスに登りました。夜景は若干見にくいですが、綺麗ですね。ライトなどはなく、かなり暗いです。登るときはランタンなどを使って気をつけて登ってください。それでは部屋に戻りたいと思います。
部屋からも夜景が綺麗に見えますね。動画だと分かりにくいですが、写真だとより綺麗に夜景が映りますね。部屋の電気を消すとより綺麗に見えます。ベッドで横になりながら夜景が見れるのも最高ですね。それでは今日はもう休みたいと思います。おはようございます。朝の景色も綺麗ですね。今日は雨予報らしいので、朝晴れていてよかったです。朝の時間、ネットの上でゆっくりするのもいいですね。それでは朝食を食べたいと思います。朝食も部屋に用意してくれます。夕飯と違ってスタッフがつきっきりではなく、用意だけしてくれました。サラダの実自分たちで作ります。ボトルに入ったサラダにドレッシングをかけてシェイクします。新鮮でとても美味しそうですね。他にもオムレツやバタービスケットパンがあります。コーンスープや厚切りベーコンもありました。ドリンクはホットのハーブウォーターとオレンジジュースが用意されていました。神戸の風景を見ながら食事するのもとてもいいですね。メニューも置いていってくれました。メニュー数が多くないように見えますが、量は十分でしたね。ベーコンとオムレツもかなりボリュームがありました。バタービスケットパンは香ばしく、とても美味しかったですね。バターをつけて食べるとスコーンのように食べれました。それではコーヒーも入れてみたいと思います。電気ケトルで温度を指定して湯を沸かします。コーヒー豆をひくのでとてもいい香りがしますね。手順がなかなか難しかったですが、美味しく入れることができました。コーヒーを飲みながら綺麗な景色を見るとさらに美味しくなる気がします。ぜひ皆さんも試してみてください。急に天候が悪くなり雨が降ってきました。六甲山は天気が変わりやすいそうなので注意が必要ですね。帰りもフロントにコーヒーが用意されていました。最後までおもてなしがあり嬉しいですね。それでは今回のネイチャーライブ六甲いかがだったでしょうか。美味しいご飯を食べながら神戸の夜景が見られる他にはない施設でしたね。お値段は少しお高めですが十分楽しめる施設だと思います。ぜひ一度訪れてみてください。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。